2、銀色のナメクジ。ちょうど雲が林の入り口の奈良の木に2000銅貨のくらいの網をかけた頃、銀色のナメクジの立派なお家へカタツムリがやってまいりました。その頃、ナメクジは林の中では一番親切だという評判でした。カタツムリは、ナメクジさん、今度は私もすっかり困ってしまいましたよ。まるで食べるものはなし、水はなし、少しばかりお前さんの貯めてある吹きのつゆをくれませんか。と言いました。するとナメクジが言いました。あげますともあげますとも。さあ、お上がりなさい。はあ、ありがとうございます。助かります。と言いながら、カタツムリは吹きのつゆをどくどく飲みました。もっとお上がりなさい。あなたと私とはいわば兄弟。はっはは。さあさあ、もう少しお上がりなさい。とナメクジが言いました。そんならもう少しいただきます。はあ、ありがとうございます。と言いながらカタツムリはもう少し飲みました。カタツムリさん、気分が良くなったら一つ相撲を取りましょうか。はっはは。久しぶりです。とナメクジが言いました。お腹が空いて力がありません。とカタツムリが言いました。そんなら、食べ物をあげましょう。さあ、お上がりなさい。と、ナメクジは、アザミの芽やなんか出しました。ありがとうございます。それではいただきます。と言いながらカタツムリはそれを食べました。さあ、相撲を取りましょう。はっはは。と、ナメクジがもう立ち上がりました。カタツムリも仕方なく、私はどうも弱いのですから強く投げないでください。と言いながら立ち上がりました。よっしょ、そら、はっはは。カタツムリはひどく投げつけられました。もういっぺんやりましょう。はっはは。もう疲れてダメです。まあもういっぺんやりましょうよ。はっはは。よっしょ、そら、はっはは。カタツムリはひどく投げつけられました。もういっぺんやりましょう。はっはは。もうダメです。まあもういっぺんやりましょうよ。はっはは。よっしょ、そら、はっはは。カタツムリはひどく投げつけられました。もういっぺんやりましょう。はっはは。もうダメ。まあもういっぺんやりましょうよ。はっはは。よっしょ、そら、はっはは。カタツムリはひどく投げつけられました。もういっぺんやりましょう。はっはは。もう死にます。さよなら。まあもういっぺんやりましょうよ。はっはは。さあ、お立ちなさい。起こしてあげましょう。よっしょ、そら、へっへっけ。カタツムリは死んでしまいました。そこで銀色のナメクジはカタツムリをペロリと食べてしまいました。それから1ヶ月ばかり経って、トカゲがナメクジの立派なお家へリッコを引いてきました。そして、ナメクジさん、こんにちは。お薬を少しくれませんか。と言いました。どうしたのです。とナメクジは笑って聞きました。蛇に噛まれたのです。とトカゲが言いました。そんならわけはありません。私がちょっとそこを舐めてあげましょう。なあにすぐ治りますよ。はっはは。とナメクジは笑って言いました。どうかお願い申します。とトカゲは足を出しました。ええ。よござんすとも、私とあなたとはいわば兄弟。はっはは。とナメクジは言いました。そしてナメクジはトカゲの傷に口を当てました。ありがとう、ナメクジさん。とトカゲは言いました。もう少しよく舐めないと後で大変ですよ。今度また来てももう直してあげませんよ。はっはは。とナメクジはもがもが返事をしながらやはりトカゲを舐め続けました。ナメクジさん、なんだか足が溶けたようですよ。と、トカゲは驚いて言いました。はっはは。なあに、それほどじゃありません。はっはは。とナメクジはやはりもがもが答えました。ナメクジさん、お腹がなんだか熱くなりましたよ。と、トカゲは心配して言いました。はっはは。なあにそれほどじゃありません。はっはは。とナメクジはやはりもがもが答えました。ナメクジさん、体が半分溶けたようですよ。もうよしてください。と、トカゲは鳴き声を出しました。はっはは。
なあにそれほどじゃありません。ほんのもう少しです。もう一部五輪ですよ。はっはっは。とナメクジが言いました。それを聞いたとき、トカゲはやっと安心しました。ちょうど心臓が溶けたのです。そこでナメクジはペロリとトカゲを食べました。そして途方もなく大きくなりました。あんまり大きくなったので、嬉し紛れについ、あの雲をからかったのでした。そして帰って雲から避けられて、熱病を起こしたのです。そればかりではなく、ナメクジの評判はどうも良くなくなりました。ナメクジはいつでもはっははと笑って、そしてヘラヘラした声でものを言うけれども、どうも心が良くなくて、雲やなんかよりはかえって悪いやつだというので、みんなが軽蔑を始めました。ことにタヌキは、ナメクジの話が出るといつでも、変と笑って言いました。ナメクジなんてまずいもんさ。熊加減は見られたもんじゃない。ナメクジはこれを聞いて、怒ってまた病気になりました。そのうちに雲は腐敗して雨で流れてしまいましたので、ナメクジも少しせいせいしました。次の年ある日、アマガエルがナメクジの立派なお家へやってまいりました。そして、ナメクジさん、こんにちは。少し水を飲ませませんか？と言いました。ナメクジはこのアマガエルもペロリとやりたかったので、思い切っていい声で申しました。カエルさん、これはいらっしゃい。水なんかいくらでもあげますよ。近頃は日照りですけれども、なあにいわばあなたと私は兄弟。はっはっは。そして水亀のところへ連れて行きました。カエルはドク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 水を飲んでから、とぼけたような顔をして、しばらくナメクジを見てから言いました。ナメクジさん、一つ相撲を取りましょうか。ナメクジはうまいと喜びました。自分が言おうと思っていたのをカエルの方が言ったのです。こんな弱ったやつならば、5辺投げつければ大抵ペロリとやれる。取りましょう。よっしょ。そら、はっはっは。カエルはひどく投げつけられました。もういっぺんやりましょう。はっはっは。よっしょ。そら、はっはっは。カエルはまた投げつけられました。するとカエルは大変慌てて、懐から塩の袋を出して言いました。土俵へ塩をまかなくちゃダメだ。そら、シュ。塩がまかれました。ナメクジが言いました。カエルさん、今度はきっと私なんか負けますね。あなたは強いんだもの。はっはっは。よっしょ。そら、はっはっは。カエルはひどく投げつけられました。そして手足を広げて、青白い腹を空に向けて死んだようになってしまいました。銀色のナメクジは、すぐペロリとやろうと、そっちへ進みましたが、どうしたのか足が動きません。見るともう、足が半分溶けています。あ、やられた。塩だ。畜生。と、ナメクジが言いました。カエルはそれを聞くと、むっくり起き上がってあぐらをかいて、カバンのような大きな口をいっぱいに開けて笑いました。そして、ナメクジにお辞儀をして言いました。いや、さよなら、ナメクジさん。とんだことになりましたね。ナメクジが泣きそうになって、カエルさん、さよなら。と言ったとき、もう舌が溶けました。アマガエルはひどく笑いながら、さよならと言いたかったのでしょう。本当にさよならさよなら。暗い細道を通って向こうへ行ったら、私の胃袋にどうかよろしく言ってくださいな。と言いながら、銀色のナメクジをペロリとやりました。